取ってあげると後ろから見るとすごい映える。ですごく見せてよかった。その痛くもないし。脂肪吸引包協メインで行っている森脇慎です。今回は50歳女性の二の腕脂肪吸引、肩甲骨上下脂肪吸引からの脂肪包協、また手の甲への脂肪注入を紹介していきます。マーキングから施術風景、ダウンタイム経過、そしてビフォーアフターについて解説していきます。それでは早速マーキングから見ていきましょう。今回二の腕と肩甲骨の後ろ側ですねから取った脂肪でお胸に注入と手の甲ですね注入していきますね。一般的に脂肪吸引やりたいというと取れた脂肪を捨てるのももったいないですので、お胸とか顔とかに入れることあると思います。今回手の甲に入れていきますね。で手の甲とか首の芝とか結構入れてあげるとかなり水分が保持されて若返り効果とかもあるので結構おすすめの部位ですね。どんな感じでやっていきましょうか。今までどれぐらいにしますか。できるだけしっかり取ってあげて伸び感もあるかもしれないのでここに対して糸を入れていく感じでやっていきますね。お胸はどんな感じします。自分でそれた部分がちょっと上の部分ですねメインで上の部分メインでこっちも入れる。まず右腕の大きさが全然違うんですよ。なるほどね。じゃあ全体的に大きくするのプラス上部にしっかり入れる感じ。そこも含めて下の体左右差であるのでなるべく整える感じで、もちろんその左右差は本当にゼロにはできないんですけど、なるべく近づける方向でやっていきますね。お願いします。この部分はやっぱりちょっと伸びやすいところになるので、そこを回転してあげる感じですね。で今回肩甲骨上下なんで、ここに肩甲骨の目があるんですよね。この上が肩甲骨上、こういうはみ出る感じのところに取れるのと、あとその下ですね、ここが肩甲骨下で、今後はですよね、腰も考えてらっしゃるんですよね。なんでそれで腰も取ってあげるともう背中全体的に取れるので非常にいいかなと思いますね。ここはないので肩甲骨上でこの水着のラインが伸ばしたいですね。腕から背中にかけて取ってあげると後ろから見るとすごい映える感じにできると思うので、そういうとこ悩んでいる方がいいんですね。なんかやろうと思ったきっかけとかあったんですか。思い出して自分の会員です。おお、いいですね。自己投資いいですね。でも年がいっちゃってるから、いやそんなことないですよ。今しかないんですよ。自分の食べ方。いい、めちゃくちゃいいですね。そういう自己投資は大事に。若干やっぱ右の方が皮膚の伸び強いと思うんですよね。だからボリューム感こっち出してあげるんですけど、こっちちょっと下がってるじゃないですか。これに合わせてこっちにするとちょっと変になると思うんで、全体的にちょっと上げる感じでボリューム出す感じ。あと上ですよね。一番大事なのは脂肪補給と手のスケッチよく区別して注入することなんで、簡単に動かないのがいいですね。ここはもう下げずに今回やっていくんですけど、この辺って気になります？そうですね。そべってるここはやっぱりその下に下がってしまうと、この部分とかが若干そげた感じに。胸があるほど若々しくなります。いや、結構人もいるんですよ。僕入れたいっていう人もいるんですけど、逆にここがなんかそげててボリュームある方が最近は流行りではある。結構その鎖骨が浮き出るぐらいの方が綺麗っていう人がいるので、入れてる人は入れますけど、入れない方がなんか綺麗っていう感じの最近は。そうですね。ここですよね。そうですね。そうですね。ここですね。ここメインに入れてあげて、あとは全体的にボリューム出る感じ。他はどっか気になるとかあります？大丈夫そうですか？はい。この下がった感じって気になるんですか？そうです
今後本当にちょっとこうキュッと上げたいんだったら、アメリカとかだと吊り上げコテテってここの乳輪あるじゃないですか、ここの周りで切ってあげてこうキュッとすると多少上に行くんですよ。皮膚を切る。ただまあ傷跡がね、なんかがっつり上げようと思うとこことここに傷跡ができるんですけど、それだとちょっと目立つじゃないですか。だからまあ本当に気になるのはちょっとだったら乳輪の周り切ってあげてこう切ってやるのとかは裏でこう支える、まあそうね、やっぱ切るのはちょっと抵抗ある人が多いと思うんで、まあ最悪そういうのもあるっていうのだけ一つ、まあ手段としてはここリウムがあるという感じでこう入れてあげる感じにしましょうか。これ多分血管当たると思うんで、ちょっとパンパンに腫れるかもしれないです、ここ。まあ治りますんで。ここに筋があるので、筋の間ですね、そこに入れてあげると切る。まあ、こういう血管がちょっとね、浮き出てると、ちょっと当たると内出血が結構強めには出るんですけど、あとはちょっと注入しながら見ていく感じでやっていきますね。なんか聞いてくれることあります？大丈夫ですか？じゃあよろしくお願いします。ここから手術風景に入っていきます。一部グロテスクなシーンがあるので苦手な方はダウンタイム経過までスキップしてください。まずは麻酔ですね。この白いのがプロポフォールというものですね。これをしっかり流して寝ていただきます。次に消毒ですね。大量ポピドンヨードを使って消毒して感染対策をします。はい、今吸引ですね。しっかり吸引して、今座れてるのは分かるかなと思うので、ここで背中を外して、できるだけ背中とか別にもうペロペロにしないような、本当に脂肪が硬くてしんどいとかなんで、できる限りしっかり緩めで、こういうふうに吸います。あんまりなんかボコつきとか気にする必要ないんで、守備的には簡単なんですけど、大変ではありますよね。こうやってちょっと背中がしてるんで、心電図とか入れかけくるんですが、問題なく行っていきます。今から吸引した脂肪をお胸に注入していきます。左右差が右と左結構あるので、左の胸ですね。まず左、右方4線下に 80cc かけるんですけど、左を多めに入れて、微調整する感じでやっていきます。じゃあ左終わったので次右ですね。右の方がボリュームは大きかったので左よりは少なめで見ていく感じでやってます。次は手の甲ですね。しっかりと脂肪を手の甲の隙間に注入して全体的にツヤを出し張り感も出し綺麗な若返るアンチエイジングのための脂肪注入を行っていきます。この手の甲の脂肪注入かなりニーズのあるものだと思うので今後ますます人気な施術になってくると思いますね。ここから術後1週間のダウンタイム経過を見ていこうと思います。背中ですね、脂肪筋にしてもらって、胸と手の甲に入った方のちょっと術後、ここの感じですかね、ちょっと聞いていこうと思うんですけど、どうでしたか？手がね、嬉しいです。ちょっとかゆいですけど、変化が大きいし、毎日目に留まるところなんで、ほんとちょっと広いんですよね。そうです、半分ぐらい。すごく見せてよかった。その痛くもないし。本当ですか？痛くない。パンパンですよ。
赤ちゃんみたいなすごい、じゃあ本当嬉しい。他はね、結構腫れてて、しっかりね、出血出てるので、こんな感じで、結構強めに出てるかなと思いますね。ちょっと個人差あるんですけどね、出血に関しては一番強いぐらいのレベルで出てる。こっちに見たんです。あ、本当ですか？多分こっちに。あ、なるほど、なるほど。確かに、こっちが多いですね。こっちに見た。から硬くなってどんどん細くなってくるので、ちょっと断点は長いんですけどね、楽しみにしていただければと思いますね。なんか困ったこととかありました？まず3日ぐらいはちょっともう寝たきり、寝たきり、はい、腕上がらないし、とか起きれないし、仕事休んでたんだけど仕事よかった。で、3日目に仕事行って疲れやすくなるんですね。こっちにね、体力を持っていかれるから。はい。腕が上がらない。あと1週間ぐらい頑張れば。2週間でほぼなくなってくるけど、ちょっとこの感じだと3週間ぐらいもしかしたらかかるかもしれないですけど、冷やしてですね、また早くなるので。締まってくるんですよ。でもしますもちろん。冷やしたらダメだ。あ、冷やしていいです。冷やしていいです。紫のところは冷やしてもらって大丈夫なので、ぜひ乗ってもらったら早くなる。あ、本当ですか。やってもらったらいいかなと思いますね。その後は出血とか引いた後は硬くなるんです。この時はむしろ温めた方が早くなる。はい、こういうじゃ触り熱いから冷やした方がいい。そうですね。今のところはぜひやってみてください。他はなんか気になることあります？痛いだけ。ちょっと大変だったんですけどね。ちょっと1ヶ月後にさせてください。次に1ヶ月後のダウンタイム経過です。二の腕と肩甲骨ですねのしごきを受けていただいて、あとはちょっと皮膚のアレンジを取り入れている方で、その脂肪を取ったやつを東京と、あと手の方ですね、1ヶ月の経過をちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、今結構拘縮があっても1ヶ月聞いてたと思うんですけど、どうですか？背中はいい感じにします。糸はね、糸がね、あともう1ヶ月くらい待てば。そうですね、徐々に今が一番硬いのピークなんで、ちょっと引きずれ感も痛いかなと思って。ぜひ動かしてあげた方が早く、ちょっと痛いと思うんですけどね、早くなるんで、やってもらった方がいいかなと思います。ここに入れてるんで、ちょっと引きずれ感とかがあるんですけど、50歳すごいお肌綺麗なんですけど、やっぱちょっとたるみが出やすいので、それの汚れ入れてるので、キュッとやってあげると、取ったところが出てしまう。そのために入れてるんですけどね、ちょっとやっぱり引きずれ感が出るかなと思いますね。あとはどうですか、このダウンタイム、1週間くらいで1ヶ月。これ週間前が全部なくなる。本当ですか？急に楽になって、頭が痛いし、頭が痛いし。包茎の方はどうですか？えぐった部分が太っておっことなったから。あと嬉しいので。手結構ね。嬉しいですね。今回手の方入れてるんですけど、あと水分がねなくなりやすいのは手のところだと思うので、ちょっとあと首ですかね。そこに入れてあげると、脂肪結構水分を保持してくれる役割もあるので、かなり綺麗になるかなと思います。かなり満足度高い数値になるかなと思います。これも自然に最初パンパンでしたね。そう。結果になってましたね。でもそれはね、みんなそういうのだから。可愛かった。もしあれだったら2回入れてもいいけど、結果がゼロになることは多分ないと思うんですよね。そうですね、浅いところなんで、ちょっと脂肪よりもちょっと浅いところなんで。でも結構綺麗にはなるかな。ダウンタイム、今が一番硬いので辛いと思うんですけど、ぜひ動かしたりとか、飲料はぜひいいと思うんで、やってもらったらいいかなと。痛いかな。どうですかね、やっていいと思いますけどね、熱なんで、ちょっと触られるとそこが圧迫されて痛みがあるかもしれないですけど、多分早くはなると思います。なんか、これから受ける人にアドバイスあります？手はいいです。手いい？毎日見るから。そうですね、これ一番見るところですね。胸はね、昔のブラがまた使える。長かったら糸入れなくてそうですね。ちょっと腕はまだ絶賛ダウンタイム中なんでまだわかんないと思うんですけどね。3ヶ月6ヶ月経つとかなりスッキリしてくるので、はい。ちょっとそこはなんかあったらじゃあ教えてください。最後にビフォーアフターを紹介します。こちらがビフォーですね。1週間後腫れてますね。1ヶ月でかなり落ち着いてボリュームアップしています。ビフォーアフターで比べると上がアフター、下がビフォーです。かなり大きくなっているのが分かります。そしてこちらが手の甲ですね。こちらかなり変化率があって綺麗になっているかと思います。今回は50歳女性の二の腕肩脂肪吸引、肩甲骨上
した脂肪吸引からの脂肪補強、また手の甲の脂肪注入に関するマーキングから施術風景、ダウンタイム1週間経過、1ヶ月後経過、そしてビフォーアフターを紹介しました。今後脂肪吸引や補強に関する動画を投稿していくのでチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄から脂肪補強相談希望とご連絡いただけると毎月5名限定の特別モニターキャンペーンをモニター審査なしで引き落とさせていただきます。興味がある方はご連絡いただければと思います。それでは。